9です。今日はですね、久しぶりに雑談メイクをやっていきたいと思います。ということで、早速ね、顔洗ってきたので、ちょっとね、パパパッとスキンケアをして、パパパッとね、メイクをしたいと思います。っていうのも、ちょっと時間があまりないので、今日はね、ちょっと急いでやっていきたいと思います。トナーはこちらを使ってます。これはもう 500ml 入ってるから、本当にバシャバシャで使えるものですね。そしたら、こちらのパイオンテックのブースターを使います。なんか韓国って結構バイク便とかの場合は、こう電話をしてくれたりするんですね。でも私、基本的に知らない番号とか取らないので、ある時になんか電話が来てから私普通に無視してたのね。そしたら、多分雰囲気おじさんっぽいんだけど、なんか電話出ないので、こちらに入れておきましたって言って、なんか1階の消火器を入れる、ほら壁にさ、消火器が入れられるペースがあって、そこの蓋をバンって開けた中に入れときましたって言って写真付きで送られてきたことがあったの。パイオンテックのこちらのエッセンスを使います。そのままさ、荷物をさ、置き去らしにするのも、誰かに取られた場合危ないから、防犯防止のためにやってんのかなと思ったんだけど、多分すごい悩んだ末にそうやったんだろうなって思って、ちょっと申し訳ないって思ったんだけど、なんかその消火器の入ってるそのボックスの中に入れたっていうのがすごいなんか面白いなって思った。で、ちゃんと家帰ったら本当にもうぎゅうぎゅう詰めに入ってて、日本でそういうことまずないから、なんか韓国らしくて面白いなって思いました。でもなんかお姉ちゃんがアメリカに住んでるんだけど、ウェッジウッドでなんかお皿かマグカップか何かを注文したらしいのね。ブラックフライデーセールかなんかで。これは去年の話だったと思うんだけど、そしたら結局不在だったから受け取れなかったらしくて、そしたら多分ウェッジウッドだったから、箱に書いてあったのかな、ウェッジウッドって。そのまま盗まれちゃったらしいの。でもどうすることもできないから、結局泣き寝入りして終わったらしいんですけど、パイオンテックのこちらのカタツムリクリームを塗ります。そうだから結構そういうアメリカとかって盗まれるとか結構あるみたいだから、日本もそういう防犯目的でいろいろやってたりするじゃないですか。もう韓国で基本的になんか対面で受け取るっていうことがほとんどないのね。だけど盗まれたりとかそういうこと今まで一回もないから。でも配達員はめっちゃ雑だなって思った。急いで配達したいのはわかるの。ノルマとか多分あるらしいのね、韓国って。だけど荷物バーンって投げておいたりとか、そういうのがなんかネットで話題になってたりとかしたのね。で、なんか中のもの壊れちゃったりとか結構あるから、そういうの考えると日本って本当に丁寧だよなっていうのはすごい感じる。一式塗ったらこちらの業務上のミストを使います。これがね、ゼラニウムの香りで、めっちゃいい匂いなの。今、ナイ肌レシピのベースメイクセットが売ってるんだけど、結構皆さんゼラニウムの香り好きっていう方が多くて、なんかすごい嬉しかったです。これはね、嫌いな方いないと思う。香りももちろんすごいいいんだけど、保湿力も高いし、肌にね、ちょっとこう、ツヤ感も出てくれる感じで、スキンマイクロバイオームっていうお肌の美肌肌をね、こう、整えてくれるような成分が入ってるので、敏感肌さんにもすごくおすすめ。そしたら、こちらの業務上のサンセラムを使います。これはね、本当に冬にぴったりな日焼け止め美容液で、美容液だからすっごい保湿力が高いのね。しかもお肌が超ツヤツヤになるの。このレシピ通りやればもうナイ肌完成っていう感じなので、ぜひ皆さんやってみてほしい。私結構銀座アスターが好きなのね、中華の。一人で銀座アスター行ってからアスター麺とあと餃子かなんかを頼んだんですよね。そしたらあそこ本当に気が利いてて、日焼け止め塗ったらフィクサーを使います。こうやってね、フィクサーは途中で挟むことでピタッと密着するので、ミルフィーユ状にね、レイヤリングしてあげてください。そう、なんか忘れちゃったんだけど、餃子を頼んだから、なんか、お醤油つけて食べるじゃないですか。だから言わなくても、まず取り皿を持ってきてくれて、で、その後に、私が麺を頼んだじゃない？だから、洋服に飛ばないようにって言ってから、ナプキンを出してくれたのね。で、その次に、麺が熱いのでどうぞって言ってから水まで出してくれたの。それも全部違うスタッフが、その場ですぐ見てから、そうやって気を利かしてやってくれたのね。それってやっぱ本当よく見てたりとか、気を利かせないとできない行動だから、ここのスタッフすごい教育されてるなって思って、サービス精神すごいと思った。麺が熱いのでどうぞって言ってからお冷や出してくれるのは、なかなか私経験したことないかも。そしたらこちらのクレドベルのファンデーションを使います。そうで、今日は何を話したかったかっていうと、私がある日本のね、テレビ局からオファーがあったんですね。出演しませんかっていう。で、詳しい話はズームでしたいのでって言ってから、ズームで詳しい話をしたことがあったんですよ。そしたら、面接みた
たいな。私っていつもほら、韓国スキンケアを主に紹介してるチャンネルなので、韓国の企業さんと仕事をすることがあっても、あんまり日本の方とこう仕事をする機会って少ないんですね。で、韓国の方と仕事してると、本当にめっちゃ早いの、仕事が。しかも、私に仕事を依頼する前に、私の下調べめちゃめちゃしてるんですよ。だから、私がわざわざ、私のチャンネルはこうで、こういうのを紹介してて、こういう動画が人気で、今までこういうことをやってきました。前職はないんでした。とか、こういう話を私がわざわざ説明をしなくても、もう全部把握してるのね。それだけ私とこうミーティングで会う前にもう下調べが半端なくって、もうすごい分析した上で私に仕事を依頼してるわけですよ。だからナインさんのチャンネル見るとこういう動画が人気ですよねとか、ナインさんって前職美容クリニックでカウンセラーされてたんですよねとか、そういうのをもう全部把握した上で初めてのミーティングっていう感じだから、仕事の進み具合がすごい早いのね。なんだけど、その今回の日本のテレビ局の件もそうだし、日本のそういう中間に入ってる仲介会社の方とかと仕事をすると、まず私の下調べ一つもしてないから、私がどういうチャンネルでどんなものを配信してどういうものが人気があって、そういうことから聞いてくるのね。だからなんかもうミーティングが面接みたいな感じなの。調べればすぐわかるようなことを聞いてくるんだけれども、それって正直さ、すごい失礼なことだと思うし、じゃあ私がさ、自分たちの商品をじゃあこのインフルエンサーにお願いしたいって思うじゃないですか。なのにそのインフルエンサーのことを何も分かってない上で仕事を依頼するってまずありえないことだと私は思うんですね。だってそのブランドのイメージとかもあるし、あ、この人はこういうチャンネルをやってるんだとか、この人とうちの製品合いそうだなとか思って仕事を依頼するのが普通だと思うのね。だから一切私のこと知らないで下調べもしないで、なんで私に仕事依頼してきたって思うぐらい、日本の方たちと仕事をするとそういうことがすっごいあったんですよ。で、その日本のテレビ局の方とズームで話した時も、調べたらわかるようなことを延々と聞かれたのね。で、それがなんかライブショッピングみたいな感じだから、中継で繋がってて私が商品をこう紹介するような番組だったんですけど、パウダーはゲランのパウダーを使います。で、なんか今までライブとか出たことありますかみたいの聞かれて、なんかその質問もって思ったの。で、私9点ライブとか結構出てるじゃないですか。それも私のインスタ見れば一目瞭然でわかることなんですよ。で、なんかその仕事の依頼が石鹸を紹介してほしいですみたいに言われて、で、その石鹸が使うとすごいお肌にツヤが出る石鹸らしいのね。だからなんかナインさんってすごいお肌綺麗だから、そういうツヤが出たところを見せてほしいみたいに言われて、それもなんか私の気にすごい触ったのね。だってその洗顔がツヤが出るっていうより、私の肌利用してるだけじゃないですか。まあ私が実際に使って、あ、ツヤが出てすごいいい商品だったら、あ、これすごいツヤが出ていいですねっていうのは順番的に普通のことだと思うんだけど、それは私自身が感じて言ってる感想だから。だけどなんか単純になんか私が肌綺麗だからってなんかすっごい利用しようとしてんなこの人たちと思って、なんかその時点でなんかすっごい私の気に触れたのね。どんどん私の怒りのボルテージがこうやって募っていったわけ。だって私の肌がツヤツヤしてるからであって、その石鹸のおかげじゃなくないみたいな思って。しかもさ、自分が言いたくないことも言わされるの嫌だし、本当にその商品が良ければいいけど、良くなかった場合、私を信じて買う視聴者さんもいるかもしれないじゃないですか。そういうのもすごい嫌だったのね。視聴者様の信頼を落とすことになるから。なんかやっぱり日本のテレビ局って、私たちはあなたをテレビに出させてあげてるんですよみたいな、結構上から目線なの。でも私その番組すら知らないし、その出てる出演者もほんと2人ぐらいしか知らないんですよ。で、なんかそのメインとなる方がいて、この方知ってますかみたいな。あ、知ってますよみたいな。この方はすごい美容に詳しい方なんですよみたいに言われて、私からしたら結構だから何って感じなの。アイシャドウはサンローランのクチュールミニクラッチ、こちらのお色味を使います。私も美容 YouTube やってるし、私も美容詳しいんですけどみたいな思って、なんかそれもちょっとみたいな思ったポイントで、なんかその人と一緒に共演できるんだよ、いいでしょうみたいな感じを言いたいと思うの。でも全然私その人好きでもないし、別になんか一緒にそれ出れたからってメリットを何にも感じないのね。で、なんかあとお笑い芸人の方が2人出て、この方も知ってますかみたいに聞かれて、私お笑いとか全然見ないし本当に興味ないのね。もう多分狩野英孝で止まってる私は。だからもう名前言われたところで全然わからなくて、結構どうでもいいみたいな思って、私たちの番組にあなたをオファーしてるんだよ、すごいでしょみたいな感じのすごい上から目線でずっと物事を言ってくるわけですよ。いやそりゃさ、チャウヌと一緒に共演できるとかソンガンと一緒に共演できるならもうどこまででも飛んでいきますよ私は。そう
そういうんじゃないじゃん。しかもその番組が深夜番組で視聴率 0.2% とかなのね。私そういうところも調べてるから。でもなんか私にとってメリット一つもなくないみたいな、なんか利用してるだけじゃんみたいにすごい思っちゃって。で、その共演者の人、この方はすごい美容に詳しい方ですみたいに言ってきたけど、いや私も美容クリニックで働いてたし、ましてやカウンセラーやってましたし、そういうのもなんか知らない上で私に依頼してるんだろうなって思ったの。プロフィール見ればすぐわかることだから、いや本当に何を見てから私に依頼したのって思って全く誠意を感じなかったのね。お互いに大事な時間を割いてるわけだから、最低限調べられることはしてよって思って、なんか人のこと調べもしないのに依頼して、私が超やばいやつで過去に犯罪とか起こしてたらどうすんのとか思った。なんか自分たちのテレビのイメージとか考えてるのかなと思って、なんかすっごい仕事がいい加減だなって思って、なんかそれもすごい嫌だったのね。で、なんか最後にはお肌すごい綺麗ですねみたいに言ってきて、なんかもういかにもお世辞なの。だってズームですんごい画質悪い中でどうやって私の肌綺麗ってわかるのって思って、もちろん本心ならすごい嬉しいんですよ。いや肌綺麗なの当たり前じゃんとか思って、私がもうどんどん怒りのボルテージが上がってるのが多分相手にも伝わってたと思うの。私結構表情にすぐ出ちゃうから、この人嫌だなって思ったら愛想笑いとかもできないのね。まあ仕事をどうにか多分受けてほしかったんだろうなって思って、そうやってなんか極めつけに褒めてきたと思うのよ。でもそのわざとらしい褒め方ってすごい伝わるじゃないですか。で私もすっごい冷めてたから、あ、はいみたいな、肌綺麗なの当たり前でしょとか思って、でもちろんその仕事はね結局断ったんですけど、なんかすごい勉強になったなって思いました。その経験もそうで、そういう日本のテレビ局のそういう話もあったし、あとはなんかこれもなんか日本の担当スタッフの方で私にニキビの商品をお願いしてきたことがあるの。どう見ても私ニキビないじゃない。ニキビないのにその商品どう紹介するって感じじゃないですか。本当にちょっと理解しがたいような依頼も今まですっごいいっぱいありましたもちろんそういう話にもならないような仕事は私受けないので、ましてやもう今ね方向性変えてから案件も一切受けてないし、チークはディア A のチーク3番を使ってます。でアイラインはクリオのキルカバーのアイライナーを使います。私結構なんか食べ物で髪の毛入ってるもの引いちゃうこと多いのね。髪の毛が入ってたことがすごいあったの。まあ髪の毛だからまだマシだなって思ったのが、お姉ちゃんは過去にモスバーガーでねこうやってバーガー食べてたらハエが出てきたことがあったの。結構怖いよね。そんなことあったら私はもうトラウマで一生モスバーガーいけない。でもさ、それってさ、ちょうどハエの手前で止まったからまだいいけど、ハエの奥までかじっちゃってたらさ、絶対にハエまで食べちゃってたじゃない。もう恐怖すぎるよね。マジでありえないなって思ったのが、お姉ちゃんが昔マックでベーコンレタスバーガーみたいなやつを頼んだのね。そしたらいくら食べてもベーコンが出てこなかったらしいの。で、いやベーコンレタスバーガー頼んだのにベーコン入ってないとおかしいじゃない。だから電話してから、ベーコンレタスバーガー頼んだんですけどベーコン入ってませんみたいな電話をしたらしいの。そしたらなんかマックの店員が家まで来てくれて、ちょっと拝見しますみたいに言われて、その食べかけのバーガーを確認させてくださいって言われたんだって。じゃあどうぞって言って渡したら、で分解して、そしたら本当にもうこのぐらいのベーコンが出てきたんだって。もうこのぐらい、もう1センチぐらいの。で、なんて言ったと思う？お客様の勘違いですねって言ってきたんだって。ありえなくない？よくさ、なんか CM とかでさ、ベーコンがこうやってはみ出してるバーガーとかさ、イメージと違いますみたいな小さく書いてあったりするじゃない。まあ、そこまでじゃなくても一般的なサイズであっても入るべきじゃない。なのにほんとこれしか入ってなくて、こっちの勘違いでしょみたいな。いやベーコン入れたよこっちはみたいな。それはいくらなんでもナンセンスだなって思った。なんかさ、まつげがさ抜けすぎちゃって、マツパー歴長いから結構すぐ抜けちゃうんですよ。結局かけたやつが全部抜けちゃって、今新しく生えてきてるんですけど、育毛に専念しようと思って。リップはシャネルのベルベットの62番を使います。思ったのが、韓国人ってすごい褒めるのうまいなって思った。これ前も話したんですけど、シャネルにお買い物行った時に、私が今まで対応した中でトップ3に入るぐらいすごいお肌が綺麗ですねってその方に言われたのね。で、一方で私が日本のサンローランでお買い物をした時は、その店員の方に、お肌の悩みとかありますかみたいな。お肌綺麗なんですが、みたいな。てんてんてんみたいな感じで、肌に悩みあるように見えんのかなこの人にはと思って、なんかすっごいあれこれ進めてきて、セールスしたいのはわかるんだけど、サンローランのスキンケアマジで興味ないですって思って、さっさとリップだけ買わせてくれって思ってなんかそういう経験もありました。なんだろう、なんかすっごい過度にセールスされると私すごい買う気失せちゃうのね。だから日本のあるお店で私がバッグを見てたの。すごい欲しいバッグでどうかなみたいな鏡に合わせながら見てて、締めにブリーブリーのフィクサーかけますね。
で、私が悩んでた理由としては、なんか今後これをずっと持つかなみたいな、どういう服と合わせるかなみたいな、こう悩みながら私は鏡で見てたわけですよ。そしたらなんか隣から担当のスタッフでもないそこの店長なのかな、ちょっとわかんないんですけど、バーって入ってきて、お客さんすっごいお似合いですねみたいな、もう褒め方が軽すぎて私すごい引いちゃったのね。で、いや、はーいみたいな。いや、なんかそこまでじゃないと思うって思ってなんかその瞬間すっごい買う気が失せちゃったの。だからなんか買わせたいのはわかるんだけど、あんまり過度に整列されると私すっごい一気に冷めちゃうから、なんかいかにも嘘っていうのが伝わるんですよ。でもなんか韓国の場合って商品を売るために褒めるっていうのじゃなくて、単純に普通に褒めてくるんだけど、なんかその褒め方がすごいナチュラルで、あ、なんかすごい上手いなっていうのをすごく感じる。そうね、褒めるタイミングも違うかも。日本ってなんかその悩んでる間に褒めてきたりするけど、韓国の場合はもう会計の一番最後とかに言ってくることが多いかも。過去に言われたのが、アイドルやってるのみたいな。日本のアイドルかと思いましたって言われて、日本のアイドルって思って、なんかめっちゃウケた。はい、ということでメイクは完成しました。まつげが全然なくって本当に寂しいんですけれども、もうね、ナイン肌レシピ通りにやれば、本当にツヤツヤな綺麗なお肌が作れるので、今ね、ナイン肌レシピセット販売してまして、ミストとファンデーションと、あとファンデーションリフィルでしょ、さらには日焼け止めとフィクサ5つのセットで販売中です。販売期間は12月20日の金曜日までなのと、あと今回こちらのね、ナイングッズ第1号、このハンドミラーをね、先着500名様にプレゼントしてるので、ぜひね、このタイミングお見逃しなくゲットしてください。すごいね、たくさんの方に可愛いですって言っていただいて、ナインちゃんのグッズ第1号欲しいって言っていただいてすごく嬉しい。で、このキュームのミストもメイクの時だけじゃなくって、外でお直しの時とか、あ、ちょっと乾燥気になるわみたいな時にこうやってね、振りかけてあげると、香りがいいわ。この香りのリフレッシュもできるし、あとお化粧直しの時とかにね、こうやって巻いて、こうやってナインビューティーの鏡出してファンデーションでこうやってほらお直しできるじゃないですか。だからこういう感じで皆さんに活用していただけたら嬉しいなって思います。で、本当にね、このベースやるとマジで崩れないんですよ。冬って結構乾燥するから、乾燥によってベースが崩れたりするんですけど、これで1日過ごしても本当に崩れないので、ぜひ皆様やってみてください。そしたら本当にナイン肌作れちゃいますので、で、皆様ぜひレビューもお待ちしております。ナイン肌レシピやってこうなったよっていうね、自由な感想が、皆様のね、レビューがすごく励みになっておりますので、いつもレビューを見ながらニヤニヤしてるのでぜひ皆様レビューも書いていただけたら嬉しいです。ちょっと時間がないのでもう行きたいと思います。バイバーイ、アンニョー。